ら、もうママと突き放すっていう。
慣れるまで時間かかりましたよね。かかりましたね味もそうなんですけど、天ぷらがうち結構多いので、かき揚げとかをどうこう形にするかとか丸くするかとか、そういうのが一番難しかったですね。つゆの色結構関東寄りというか。あ、そうなんですよ。関東なんですよ。どっちかといったら関東系のつゆですね、こっちは。
天ぷらの揚げ方とかってどっかで勉強したんですか？そうですね、勉強しましたね。準備期間中に蕎麦屋さんとかうどん屋さんにバイト行ってみたいな、そこでもうひたすら揚げさせてもらって、独学でまあやった感じですかね。どういうお客さんが多いんですか？ホストの人だったりとか、あとまあ飲み終わりの人とか、あとまあバーとかの店員さんだったりとか。あ、本当。ちょっと遅い。はい、お待たせしました。冷やしうどん大のちくわ店ですね。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。コロッケは別の方がいいですか？いや、一緒に入れていい？一緒に入れていいですか？はい。はい、お待たせしました。かけそばコロッケ山菜野菜です。はい。いただきます。はい、どうぞ。よく来られるんですか、竹谷さんは。
ここがオープンした時からずっと来てますね。今日ちょっと仕事が一段落してシャワー浴びてまだご飯食べてなかったんで、今日そばでトッピングがその時の気分でいろんな具材をチョイスして食べれるっていうのがいいんじゃないかなと思うね。はい、よし君ありがとう。ありがとうございます。頑張ってよ。ありがとうございます。はい。天ぷらで人気なのって何ですか？人気ですか。人気なのはかき揚げメインでやってるんで、舞茸、ナス、あと紅生姜、春菊、この辺りが人気で、あと鶏天だったりエビ天は人気です。はい、お待たせしました。冷やしそばの鶏天です。はーい。はい、お待たせしました。かけうどんのちくわ天です。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。冷やしそばの春菊です。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。かけそばの大です。はい、お待たせしました。冷やしそばの大です。はい、お待たせしました。かけそばですね。単品です。いや、マジありがとう。ごめん。美味しい。しみるわ。今まで仕事だったんです飲んで、でも締めで。か？どうですか、お味？美味しい。めっちゃうまいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。きつねうどんです。はい、どうぞ。
何帰りなんですか今日？何帰りまだ今なんかイベントの途中であ、DJ この後やるんですけど、なんかその途中ですね。今一旦中抜けして飯食っていこうとって感じですね。そういう時に来てます大体。なんですかね、お酒飲んだ時とかにめっちゃちょうどいいなと思って、うどんの硬さとかも好きで来てますね。俺ナスにするわ。ありがとうございます。またお願いします。でしょ？そばと。はい、はい、ありがとうございます。かけそばのちくわです。はい、小指を。はい。はい。そばとちくわです。はい。はい、いらっしゃいませ。はい。冷やしそばの台で、これがテイク。はい、お待たせしました。冷やしそば大の春菊と青と味噌ご飯です。はい。おすすめのメニューってあります？僕は春菊のかき揚げが一番美味しいと思ってます。あまりないんで珍しいから食べてますけど。
はい、お待たせしました。冷やしそばの山菜ですね。はい、どうぞ。ここ言って後でもらっても冷やしそばにネギトロご飯に入ります。山芋って出したんだっけ？山芋まだです。しました。かけそばのとろろになります。はい、かけそばのとろろになりますね。はい、お願いします。はい。はい、お待たせしました。かけそばのゲソになります。かけそばのゲソですね。お待たせしました。やばい、うまい。うまいよ。チキンだ。レイレイの。あれ、あいよ。レイレイの。ちくわもらえますか。お待たせしました。かけうどんの野菜かき揚げのお客様。いただきます。はい、もう一つかけうどんの野菜になります。コロッケのお客様。お待たせしました。かけそばになります。一味七味横に置いてありますので、よかったらお伝えください。はい、お待たせしました。冷やしうどんになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お客さんに可愛がってもらってるんで。お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人はあれです、高校の時はもうずっと友達だったんですか？ずっとそうです。でいつかは二人でお店やろうかみたいな。っていう話してて、学生の頃ならなんか実現しました。映画ってちょっと。朝の8時までやってるんで。頑張れるかも。はい、お待たせしました。かけうどんの大です。違う、そば。
焼き浴びのにしようか。あ、違う。こいつマジマジ。まいたけ、ネギトロご飯、肉、あと中華丼、かけうどん、明太子ご飯、しらすご飯。つけちゃってる。はい、お待たせしました。かけうどんの大ゲソ、まいたけ、ネギトロ、肉のお客様ですね。はい、お待たせしました。エビ天があと2つ。追加で揚げるの。OK。かけそば単品のお客様ですね。お客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそばの大、ナスとゲソですね。鶏天ください。はい。はい、かけうどん大の鶏天ですね。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天でお持ちのお客様。はい、お待たせしました。かけうどん大ねぎ増しエビ天野菜です。これ大の多いよ。忙しそうや。夜勤だった。今日はじゃあ、そうそれなのに。飯食いに来た。だってな、先週来たばっかりやもんな。そうですね。はい。はい、いらっしゃいませ。やばい。かけそばを。はい。かけそば一つで。あったかいの冷たいの。はい、冷やしそばをお待たせしました。はい、ありがとうございます。お願いします。すみません。なんかバリうまい。バリうまいんじゃよ。何この筑天、めっちゃうまそうだな。私もうショータイム終わったけど大丈夫。そうなん。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。まだね、ありがとうございます。また。これがお前ね、もっと普段綺麗なんだけど。ちょっとシャンパンでギュウギュウ。行ってくるわ、イベント。はい、頑張ってきてください。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。はい。すばしい。
しました。ない。お願いします。お待たせしました。かけうどんとろろ昆布です。はい。はい。はい、お待たせしました。はい四川麻婆丼とマイタケと鶏天です。ありがとうございます。うん。うまっ。はい、切れた。あ、だからここでやって。ここでやって。あ、うどん食べたい。うどんね。ちょっとヒールじゃないんですけど、ずっとテキーラしか飲んでないから。はい、お待たせしました。冷やしうどんとちくわ天です。ほんまにやだ、日本語のとかすごい。注目度が。手研ぎですか。手で研いでんの。ああ、よかわ。美味しかった。ありがとうございます。ました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お待たせしました。かけそば、エビ小柱、とろろ昆布です。うん。よく来られるんですか。はい。
もう飲み分けはここに来ます。そばですよね。僕は。いや、うどんも美味しいよ。美味しい。うん。あとね、釣り天が大きいんですよ。マジで。これね。お待たせしました。カツカレーのお客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそば台のお客様ですね。今1個出した。出した。はい、お待たせしました。かけうどんのエビ天です。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どっちにする？これさ、かけそばのさ、冷たいのもいい。右にネギトロご飯食べたいな。超美味しい。お願いします。あ、ネギ抜いてほしいです。ネギ抜いて。両方。はい、お願いします。お願いはい、お待たせしました。かけそば台ゲストエビ天のお客様。はい、お待たせしました。かけそば台まいたけエビネギ増し紅生姜です。はい、お待たせしました。かけうどんの紅生姜エビ天ちく天です。同期の仲いいことが同期の冷やしうどんとネギトロご飯のお客様。
はい、いらっしゃいませ。実際始めてみてなんか難しいことってありますスピードが最初はめっちゃ難しかったかなっていう。この時間にかき上げてるところが書けないんで、それが一番のこだわりというか、はい、将来的にはもっとここの立ち食いを名古屋に増やして、名古屋といったら当たりや立ち食いそばっていうのを目指して頑張ってます。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。今24です。ここで蕎麦屋やるからよかったらここでお店やらないっていう風に話していただいて、じゃあぜひっていう感じで。お待たせいたしました。10番の方ですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。かき揚げ天ぷら全部サクサクですね。シンプル美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、3期亭に来て絶対後悔することはないと思うので、ありがとうございました。またお待ちしております。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。意外と多いですよ。勝田さんはもうこのお店立ち上げ当時からいらっしゃるんですか？います。試作の段階からこのお店が立ち上がるという立案のところから、もともと洋食のコックなんです。独立して13年ぐらいになりますか。ちょっと僕経歴が変わっててですね、新調理技術っていうですね、最新の調理技術を駆使したデジタルクッキングっていうジャンルなんですけど、今から約25年ぐらい前からずっと実践と研究を重ねてやってたっていう経緯があってですね、ミシュランでビッググルマンを取ったお店で教えてもらって、コロナの間にですね、うなぎのことをもっとよく勉強していろいろと、今やっと自分が納得いくうなぎが焼けるようになったという風でございます。今は主にジビエだったりとか、漁師さんから直接物を取引したりとかで、ちょっと変わった食材を使ったコース料理も夜はメインでやってるお店です。今日これで大体何人分ぐらい？これでね、一応ね70いってるんですけど。どういったきっかけでその立ち食いそば屋さんのプロデュースをすることになったんですか？たまたま名古屋駅に立ち食いそば屋をやる物件みたいなものが出たもんだから、そこでやらないかという声をかけていただいてたという、やってみようかなという経緯でございます。その立ち食いそばっていうのはオーナーさんが決められたんですか？もともと物
県の広さで席数の問題とかを考えると立ち食いそばがいいだろうと。で、あと名古屋にもないですし、麺を打つ機械の特性上、立ち食いそばに適した機械だから立ち食いそばがいいんじゃないのかという提案で、お互い詰めながら立ち食いそばになったという形でございます。メニュー開発されてるんですけど、どういったこだわりとかが？こだわりはですね、いかに安くできるかというのがまず一つ。で、もう一つは天然の材料を極力使って化学調味料がない状態でやりたいっていうのがもう一つ。かき揚げなんかは中食でお惣菜を作ってた経験を生かして、いかに野菜をたくさん食べれるように大きく作れるかというのをコスト安く作れるかというところがこだわりの一つでもあります。飲食店自体が僕自身が30年やってて、時代背景の流れにいかに合わせれるかっていうのがまず一つなのと、いいものを作って提供することによってお客さんを元気にできるっていうところと、元気になっていただいたのがやっぱり僕たちも元気になれるというウィンウィンな関係っていうのがやっぱり大事かなっていうふうに思います。これからですね、名古屋に新しい文化として立ち食いそばが根付いていくような文化になっていったらいいなっていうふうに思ってます。3期で立ち上げで大変だったこととか辛かったことってありますか？朝早いこと5時50分にはまず来るんで、安全運転朝の9時半10時にはいなくなって、今度うなぎ屋さんの方をやりに行くので、夜は何時まで働いてるんですか？だいたい10時ぐらいまでやってます。寝る時間も削ってですね。はい。肉のトッピング用とかき揚げ用です。漁師さんから直接物を取引したりとかで、ちょっとお店です。しんちゃん、各線出てるよ。1.6、大丈夫。飲んでいいですか？いいよ。はい。天ぷら用と今はタヌキを一緒に。だし屋さんにお願いをしてブレンドしてもらってる特製のカレー粉です。今何分でした？味の特徴は和だしの香りが全面的に出るようになってて、程よい辛さ、万人受けする辛さの量で調整をしてあるっていうのと、カルダモンの香りがほんのりとするちょっと上品なカレーですね。お客さんに蕎麦湯ありませんかって結構聞かれるので、最近始めました。ラジオ
美味しいお芋入れてるとこあんまないですよね。お芋入れてるところはもちろん少ないんですけど、このね筒がね肝なんですよ。僕が考えた誰でも簡単にかき揚げができるという。芋があると骨組みになるんで空気がくんですよ。番号でお見せしますので、はい、カレーせいろ、コロストッピングです。はい、お待たせいたしました。2番でお待ちのお客様、お待たせいたします。ぶっかけそばかけそばです。お待たせいたしました。3番でお待ちのお客様、ぶっかけそばとかけそばです。お箸とレンゲこちらからお取りください。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。そういったところのちょっと方がいいですよ、今回の。お待たせいたしました。めちゃくちゃ美味しいです。かき揚げ、天ぷら全部サクサクですね。じゃあいつも天ぷら頼まれます？天ぷら頼みます。
まだ2回目なんですけど、岩倉にもともと店主のお店があって、そこで出る料理が全部美味しいんで、新しくできたって聞いて今日来ました。他で白焼き頼むんですけど、物足りないですよやっぱり。でしょ。炙るんですよ。焼きたての状態に戻るんですよね。それがみんなめちゃくちゃ美味しいって言って。朝定で好きな席でお待ちください。そうなんですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。店長さんですよね。そうです。初めてできたお店なので、配属というよりかはここで蕎麦屋やるからよかったらここでお店やらないっていう風に話をいただいて、じゃあぜひっていう感じで始めた感じです。お店をやりたかったんですね。というのは飲食店で結構長く働いてたんで、やってみたいなと思って始めた感じです。おいくつなんですか？今24です。若いですね。お待たせいたしました。こちらからお取りください。どうもありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。8番の方ですね。お待たせしました。お箸レンゲこちらからどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますので、お席の場所でお待ちください。朝はいっぱいになって入ってくれたら。いや、朝から10時までは朝セットっていうのをやってて、半そばとカレー丼。職場が近いから朝ごはんにちょうどいいですよね。飲食の経験があったということなんですけど、そうですね。どういったのを経験されてきたんですか？高校2年生の時からパスタデココっていうココイチ系列の名古屋名物のあんかけスパゲッティ屋さんで5年以上働いてて、ココイチ接客が結構厳しいというか、接客に関して学んでて、それで接客業が自分に向いてるなと思ってたんで今やってる感じです。あ
たせいたしました。春菊かき揚げ。春菊ね。はい、たぬきトッピングですね。はいはい、ありがとうございます。またお待たせいたしました。カレーせいろそば野菜かき揚げの方ですね。こちらしますね。またお待たせいたしました。こちらレシートもよろしいですか。大変お待たせいたしました。地の幸盛り合わせになります。こちらに置いておきますね。すみません、ごゆっくりどうぞ。春菊美味しい。それも見て換気で読んでください。了解です。必ず見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。ぶっかけそば少なめ野菜かき揚げ1つ入ってます。せいろ少なめ野菜かき揚げが合計で2つです。こちらの番号でお呼びしますので、お好きな席で少々お待ちください。限界がある。お待たせいたしました。10番の方ですね。お待たせいたしました。10番の方ですね。髪のあれですよね。サークルケア、筋肉のシャンプーの話するから。あ、そう。はい。黙食みたいな。そうです。ありがとうございます。鶏天丼と野菜かき揚げ入ってます。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますね。すみません、お待たせいたしました。11番のお祭りおろしそば大盛りの方ですね。楽しそう。お祭りっていうだけある。いろいろ混ぜそばっぽくなってる。はい。うな玉ぶっかけ入ってます。お待たせいたしました。12番の方ですね。野菜かけが後ほどすぐお持ちいたしますので少々お待ちください。そこもちゃんと色が濃い。もうトがまんま。そこが入ってる。時間が一番やりやすい。うん。お
ランチに鶏天丼のセットがあるので。そうです、そうです。番号でお呼びいたします。お席の場所でお待ちください。お待たせいたしました。お祭りおろしそばですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。いただきます。いただきます。うまそう。あれこれ。あ、終わったかな。うまいですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。番号でお呼びいたします。お席の場所でお待ちください。お待たせいたしました。15番の方ですね。お待たせいたしました。はい、ありがとうございあります。がとうございます。ありがとうございました。またお待ちしてます。お待たせいたしました。16番の方ですね。いたしました。淡路レンゲ、こちらからどうぞ。ありがとうございました。またお待ちしております。お待たせいたしました。19番の方ですね。番号でお呼びいたします。お席の場所でお待ちください。ちくわ天2つ入ってます。冷やし梅おそば20番の方ですね。ちくわ天すぐあちらからお出ししますね。お待たせしました。もう一つ冷やし梅おろしになります。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。22番の方ですね。どうぞ。お待たせしました。そば湯です。お待たせしました。番号でお呼びいたしますので、そちらの件をお持ちになってお好きな場所でお待ちください。ご飯少なめに
にしてもらっていいですか？カレーのご飯ですか？わかりました。野菜かき揚げ。はーい。お待たせいたしました。23番の方ですね。ご飯少なめになってます。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、お待たせいたしました。24番の方ですね。お待たせいたしました。お箸そちらからどうぞ。昼間なんかすぐ食べれますし、値段も安いし、美味しいので3回目か4回目ぐらいたまに来ています。いつもごちそうさまです。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございます。店長っていう肩書きで難しいこととか辛かったこととかってありますか？当たり前ですけど、アルバイトの時とは違ってお店を任されてる責任感みたいなのを感じるようになって、お店を運営するっていうことがすごい難しいんだなっていうのを感じました。バイトの時は思ってなかったんですけど、お客さんに提供する商品が味もだし見た目もだし、お客さんに何の害もないようにとか、こういろんなこと全部をやってるのがもう当たり前としての商品を出すっていうのが、それプラスでこうやっぱり売り上げとかも考えていかなきゃいけないっていうふうに思うと、ちょっと難しいかなと思います。今よく来られてるお客さんとかに対して伝えたいこととかってありますか？思い当たる方が結構何人かいらっしゃるんですけど、三期亭はオープンしますよっていう看板も出してないし、チラシも出してなくて、通り過ぎてくれた方がなんかオープンしてるねって言ってふらって立ち寄ってくれた方しか多分もう三期亭に来てくれてる方はいないと思うんで、そういう中で一回食べてみて美味しいと思ってもう一回来てくれてる方がいるっていうのはもうすごい励みにもなりますし、自分たちがこうやってきたこと間違ってなかったんだなって思うんで、これからも美味しいそばを提供できるように頑張るので、これからも来てくださるとありがたいなと思います。アルバイトは今週に3日くらい入ってくれる人を募集していて、学生さんでもフリーターさんでも主婦の方でもどんな方でもぜひぜひ大歓迎で、もう皆さん本当に喋りやすくて、もう本当に楽しいアルバイト先になると思うので、そばが好きだったりとかうどんが好きだったりとか、免疫近くにいるなとか、ちょっとでも興味があったら連絡してくれたらなと思いますので、どうかよろしくお願いします。立ち食いそば屋ってスピードとか味も必要だと思うんですけど、やっぱみんな元気に楽しくやってるっていうところも三期亭のすごいいいところかなと思いますし、自家製麺で朝の6時前とかから来て毎日何十食打って、だしもブレンドのだしを引いて絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、三期亭に来て絶対後悔することはないと思うのでぜひご来店いただけたらと思っております。お待ちしております。ありがとうございました。またお待ちしております。はい、お待ちどうさまです。いらっしゃいませ。
通車できません。お待ちください。引き続きこの列車は南洋特急です。乗車位置は黄色い数字。次に1番線から発車します列車は11時。どのぐらいなんですか？長いよ。ここの部署でずっとっていうわけじゃないもんでね。定年してでこの部署へ。勤続はもう20年以上だけど、ここへ来て15、6年かな。いつも何時頃が忙しいですか？朝とお昼、ここ1時半に終わるもんだから1時半ちょっと前が忙しくなるかな。熱海行きが黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。はい、お待ちどうさまです。列車熱海行きが到着します。いらっしゃいませ。はい、お待ちどうさまです。はい、どうぞ。お待ちどうさまです。
あ、お菓子あります。はい、お待ちどうさま。いらっしゃいませ。1月の給食準備を閉まります。はい、お待ちどうさまです。はい、お待ちどうさまです。まもなく1番線に普通列車熱海行きがはい、ありがとうございます。電車が到着します。危ないですから黄色い列車は何の列です。乗車員この列車は東静岡にさらに